そも宇宙って一体何だったんですか？トニオはいつしか井上博士から聞いた話を思い出していた。見て見て、満天の星空。綺麗ですね。あれが北極星かな。僕はその綺麗な宇宙に見とれていると、なんだか吸い込まれそうな気がしてきました。この一個一個が地球や太陽みたいな星って考えるとめちゃくちゃ不思議でちゅ。宇宙って何なんでちょ？何？宇宙は何とな？また難しい質問じゃな。博士なら知ってるかと思いまして。おいトニオ、やめとけ。マッドサイエンティストの独断と偏見の話を長々聞かされちまうぞ。話長くなりそうね。トニオ、私たちは先に行っとくわ。なあトニオよ、万物の理論、大統一場理論を知っておるか？何ですかそれ？この VR をかぶってみるのじゃ。説明するのじゃ。うわ、何ですかここ？落ちたら一巻の終わりじゃないですか。安心せ、全てはバーチャル映像じゃ。すごいですね。現実みたいでちゅ。それでは始めるのじゃ。ワクワクでちゅ。歴史の中で人類は宇宙とは何なのか、科学で数々の謎を解き明かしてきた。現代ではこの自然界にある力はたった4つの力だけであり、その4つだけで世界のあらゆる物質、あらゆる力を説明できるとされているのじゃ。星を動かしている万有引力の重力、光と電気と磁石の電磁気力、そして原子核の中で働く強い力、さらに原子核のベータ崩壊などの原因となる弱い力。このたった4つの力の相互作用で原子の中の小さな世界から宇宙の大きな世界までを丸々説明できるのじゃ。たった4つだけって半端なくないですか？それら4つの力を1つの力にまとめ上げて統一した理論が大統一場理論、万物の理論なのじゃ。万物の理論？つまり世界の全ての理論っていうことですよね。なんかすごいネーミングですね。今大統一場理論の最有力候補となっておるのが有名な超弦理論という理論じゃ。聞いたことあるですよ。超紐理論ですよね。さよう。うわ、でっか。これ原子ですか？原子核の中の陽子や中性子を構成しているクォークなどの最小単位の量子の正体は振動する紐だというのじゃ。紐は見えない絡み合う空間という3次元に余剰次元の6次元の巻き込まれた9次元空間で振動していると言われておる。さらに先ほどの強い力、弱い力、電磁力の電子に至るまで全てがこの紐だというのじゃ。ただ紐の振動の違いだけだったのじゃ。本当は同じ紐なのに違うものに思ってただけってことですか？物質も紐、力も紐ってすごいですね。全てのエネルギーは元は同じだったのじゃ。そしてビッグバンが起こり、時間とともに4つの力に分岐したのではないかと考えられておるのじゃ。元は一つの同じエネルギー、ワンネス。そのワンネスを仮に神と呼べば、哲学者スピノザの示した神がそのまま当てはまるんじゃないじゃろうか。本当の唯一の実体は神だけである。全ての存在はこの神の体の一部なのじゃ。世界とは神が形を変えたものであり、全ての存在は人間でもリンゴでもたまたまその姿形をしているのであって、本当はただ一つの神があるだけ。神はすなわち自然なのじゃ。
全てが神、世界はその神の現れなのじゃ。全てが神でちゅか。この考えは半神論と呼ばれておる。アインシュタインは神を信じるかと聞かれ、私はスピノザの神、半神論の神を信じている。それはこの世界の秩序ある調和の中に自身を表される神だと答えたそうじゃ。半神論？半神論って何なんでちゅか？世界を作ったのが神という考え方もあるが、半神論とはこの世界自体が神という考え方じゃ。全てが神の現れであるという話じゃ。神様っていうと人間みたいなキャラクターを想像してましたよ。アインシュタイン博士は半神論の神様のことを言ってたんだっけね。5億年ボタン公式菅原聡太のショートじゃ。トニオ遅いぞ。まだ来ないの？ちょっと待っててでちゅ。宇宙の根本原理自体が神、それが半神論。半神論といえば日本の全ての自然に八百万の神が宿っているというアミニズムや中国の老子の道教、西洋哲学ではプロティノスの全てが完全なる一者から流出したという流出説などもあるが、最古のものとして仏教の元となったと言われているインド哲学のヤージュニア・バルキアの提唱した梵が一如。梵が一如ってどんなこと言ってたんでちゅか？この世界はブラフマンという神である。全ては一つのブラフマンがあるだけ。宇宙にはブラフマンしかない。全てがブラフマンの現れであるとな。まさしく半神論、大統一馬理論と同じでちゅね。梵が一如という呼び名は人の魂をアートマンと呼び、ブラフマン、梵とアートマンがは実は同一の存在である一如。これが合体して梵が一如となったのじゃ。魂と宇宙が実は一体でちゅか？梵が一如こそ究極の悟りと言われておるのじゃ。ところでブラフマンとアートマンは同一の存在であるって一体どういうことなんでちゅか？やっぱりわかんないでちゅ。別にブラフマンでなくても神の名前は何でもいいんじゃが、わしらの意識は今は全体で一つということを忘れ、脳で考える表層意識が指人形みたいな状態なんじゃ。本当は自分が指の先についている指人形だということも表層意識の指人形自身は忘れている。わしはまだ経験したことがないんじゃが、我々が死んだ時や深い瞑想で変性意識に入った時に普段の小さい我を滅し無我になった先の真我が全体につながるのじゃろうな。指人形がなくなり指になった時に我々は本当はもともと同じ手という一つの存在だったことを思い出すのかもしれないの。そもそも同じ一つのエネルギー、波、命、永遠不滅の存在であったと。全てがビッグバンの前にあった一つの存在ってことでちゅか？と言ってもそもそも現代物理学では
大統一場理論は未だに解けていない。ひょっとしたら超紐理論などで解けるかもしれないと日々科学者たちが数々の研究を続けておるが、未だに真実は闇の中じゃ。科学が進歩したらいつかは解明されるかもしれないがな。トニオは考えた。幸運にも彼には考える時間が腐るほどあった。ペンの代わりに抜いた刃を使い、休むことなく考えた。毎日毎日。5億年ボタン。8年間セッションプリーズ。みなちまパラダイムシフって待ちか。今週も本編と関係ないおまけのアドリブコーナーの時間でちゅ。はいはい、またフリーダムな時間が始まるってわけね。それにしても5億年ボタンをそのままやっちゃったらすぐ終わっちゃうから水増ししてる感が半端ないな。さあ今日のお題は何なのじゃ。今日のお題はズバリギリギリいらない超能力ボタンを考えてみようでちゅ。はあ、どういうことだ？今回はいらない超能力について考えてもらうでちゅ。うんうん。押したら速攻100万円もらえるボタンと、押したら何か超能力が手に入るボタンが並べて置いてあったとして、うんうん。例えば空が飛べる能力とか予知能力とかだと悩んじゃうかもしれないんですけど、ギリギリ選ばない変な超能力考えてほしいんでちゅ。なるほど。はい、それでは思いついた人から答えてください。わしこれいい何？か。人生で赤信号に捕まらなくなるボタン。おー、いいわね。いいじゃろう。100万円かその超能力かってことだろ。うんギそうじゃリどっちかな。ギリ、そうだな、ギリ100万円の方選ぶな。そうだな。ね、まあギリギリだ信号は待てば変わるしね。その時間、人生の赤信号の時間はギュッと集めたらすごい時間になるかもしれんぞ。はい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 、ジャイミ拍手をするたびにうまい棒の粉が爪から出てくる能力。どっちかっていうといらない。その能力いらない。でもご飯とかにかけれるのよ。こうやってパチごパチ飯にパチパチってかける。やるとわーなんかのり玉みたいのが出てきても美味しいわね、きっと。のり玉、パチ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 のり玉だったらなかなかいいね、なんか味気ないロケ弁の時とかにさ、なるほどな。なんか欲しいなって時に。でもちょっと確かに。そこまででも自分の手の爪綺麗か信じられないな。まあ確かにね。なんかな。うんはいはいはい。はいはいどうぞ。 100万円と並べてギリギリ選ばない能力だろ。2センチ浮くとか。何それ。だよ。猫型ロボットなの。いやなんか1メートル浮くとかだったらちょっとその能力欲しいだろ。2センチぐらいだったらもう見た目わかんないしいらないかなっていう。あ浮く分何が得なんじゃそれは。ー、靴下の裏が汚れないとか。そういうことだよ。そういうことだよ。そういうことだよ。なんだよ。いや別に2センチもう意外とスネコも可愛いところがあるんじゃな。そこまでなんかグダグダしてきちゃったのでズバッと切り上げて次のお題でちゅ。次のお題はズバリアフレコ大喜利でちゅ。アフレコ大喜利ですって。どこかで見たことがあるやつじゃの。それではお題映像いってみるでちゅ。おうなんか疲れてるな。あら動いた。あえああららどうした柔らかい。これはよっぽどだな。あ何かな。わし思いついた。お博士。いいか。お博士行ってみよう。お願いします。うわ、今日一日ノーパンで過ごしてた。あちゃ
じゃでもノーパンならその崩れ落ちる感じ危険よ。そうだね。危険よ。うまいことパンツ見えない感じで崩れてったんだ。さすがだな。己のパンツああやって覗いてたんだな。あ、覗いて、これ覗いてたってこと覗いて見つけたんだな。なるほどね。どうかなどうかなどうかな。はい、やっぱりやっぱりだな。ねえ、じゃあ私も行くわ。はい、お願いします。あー、やっぱあいつ七股かけてたか。マジか。マジか。マジか。か。そら器用よね。落ち込むな。月から日曜日までね。おお。毎日変えられるわ。嫌だな。何曜日担当だったんだろうな。辛い。やめろよ。悲しいな。辛いよ。じゃあ行きます。すねこ。すねこ行きます。この床冷たくて気持ちいい。なんかごめん。家かっていう。家ならあるけど、ああいう感じ。やだよな。飲食店の床に頬ずりをする女。な。情緒が心配になってくるな、この女性の。だよな。今回はちょっと5億年ボタンから離れちゃう思い出の回でしたけど、次回からはちゃんとまた5億年ボタンに戻るので安心してくださいな。来週ついに僕は現実世界に帰るみたいですよ。次回ホープッシュ、僕悟ったでちゅ。お楽しみに。絶対見てくれよな。それ言っちゃダメなやつ。